こんにちは。インテリアコーディネーターのみちるです。私は小さなお庭のある東京都内のマンションに住んでいます。普段はお庭作りの様子をお伝えしていますが、この暑さで庭作業はお休み中ですので、今回は我が家の観葉植物をご紹介したいと思います。最後までお付き合いください。まず一つ目は我が家のシンボルツリー的存在であるフィカス・イレグラリスです。別名湘南ゴムノキというゴムノキの一種ですが、細長い葉が特徴のスタイリッシュなグリーンです。大きな観葉植物はハードルが高そうですが、小さいグリーンをいくつか飾るよりもたった一つで部屋をおしゃれにしてくれるパワーがあるのでおすすめです。ポイントはお手入れが楽なグリーンを選ぶこと。このフィカス・イレグラリスも育てやすくて、週に1回外かお風呂場に持って行って葉にシャワーをたっぷりかけて、それから鉢底から水が流れるまで水をあげれば OK です。こうすると霧吹きをまめにできなくても元気でいてくれます。大きい木を運ぶのはちょっと大変なんですが、軽いプラスチック鉢に植えて移動しやすくしています。もさもさっと見た目がちょっとやぼったくなってきた時は剪定もしています。剪定した枝は小さな花瓶に生けて、さらにお気に入りの入れ物に入れています。小さな花瓶に入れることでいろいろな容器にアレンジできるのがお気に入りです。次にご紹介するのはフィカス・バーガンディです。これもゴムノキの一種で、深い緑色の葉がとてもおしゃれなグリーンです。我が家の家具はダークな色味のものが多いので合っているんじゃないかなと思っています。やはりプラスチック鉢に植えていて、それをメキシコのカゴバッグに入れています。とっても丈夫なグリーンですが、難点を挙げると葉が大きいのでホコリがたまりやすく目立つこと。たまに濡らしたティッシュで優しく拭いてあげています。このゴムの木と一緒にテレビ周りに置いているのがコウモリランです。コウモリランはこの大きな貯水葉が特徴で、根よりもここに水を与えるのが良いのだそうです。高さを出すために使っているこの花台、親から譲り受けたものなのですが、結構ゴージャスなアンティーク調。そこで我が家のインテリアに合うようにシンプルモダンな鉢を合わせてみました。かっこいいコウモリランを入れたらバランスよくなったと思います。その隣には美しい色合いと細長い葉が特徴のカラテやセトサを置いています。
コウモリランより低めの、でも床より高い位置に置くのがバランスよく決まると思ったので、プランタースタンドを使っています。このプランタースタンドはグリーンショップのガレージ渋谷にて購入しました。ヴィンテージ風のろくろ足がとってもおしゃれですよね。コウモリランとのバランスも良くてとても満足しています。我が家にはカラテアがあと2種類あります。一つはこのカラテアシャインスター。大きな葉に筆で描いたようなパンチのある模様、そして裏がワインカラーというコントラストの美しさが魅力です。こちらも床に直に置かず、スタンドの上に乗せて飾っています。ちなみにこのスタンドはボロ市で買った昭和初期の糸巻き機です。鉢を乗せるのにぴったりです。もう一つのカラテアは窓辺にあります。こちらも模様が個性的でインパクトがありますよね。実はスタンダードプロダクツで500円で購入しました。そうは見えない立派さです。メキシコのタラベラ焼きという焼き物の器に入れています。我が家にメキシコのものが多いのは夫の仕事の関係で以前住んでいたからです。窓辺にはちょっと前に剪定したフィカスイレグラリスも飾っています。水に生けて1ヶ月ぐらいで根っこが出てきました。個性的な葉がかわいいホヤです。豆の房みたいな形からチャイナビーンズという名前です。最近よく見かけるアートストーンの軽い鉢に入れています。この鉢、水のやりすぎや乾燥から守ってくれるそうなんですが、まだ直接植えていないので効果はわかりません。レンズを通すと結構水垢が目立つので、濡れたティッシュできれいにします。きれいになりました。その横には細長い葉が広がるアスプレニウム。波打つ葉がきれいです。くるんとしている新葉もかわいいですね。アスプレニウムは湿気が大好きですが、根に水をあげすぎると根腐れするそうです。じゃあどうしたらいいのと思うんですが、葉と葉の根元に霧吹きで水をあげるのが良いそうです。この小さなカラテアシャインスターはこちらの株から株分けしたものです。小さいと窓辺に飾るのにぴったりです。このアイビーは葉の縁がフリル状になっているのと斑入りなのがポイントです。葉の高さや形、色合いに変化をつけて窓辺を飾っています。そうそう、この窓辺にはハンギングしているグリーンもありました。アスパラガスという野菜と同じ科のグリーンですが、食べることはできません。レースのような繊細な葉が涼しげで美しい植物です。
ハンギングしているグリーンがもう一つ。光沢のある葉が美しいビロードカズラスタンです。メキシコの民芸品であるヒカラという器に入れて飾っています。小動物が彫られたひょうたんで作られた器で、メキシコではメスカルというお酒を飲むための器です。ネット状に結んだロープにこれを入れてビロードカズラを飾ります。下から動物の彫りが綺麗に見えるのも気に入っています。切れ込みの入った葉が特徴のつる性の植物がシッサスエレンダニカです。ハンギングにしてもいいのですが、カゴに入れると葉がふわっと広がる感じがなんとも素敵です。スツールの上に乗せて飾っています。最後にキッチンにある3つのグリーンをご紹介したいと思います。オープン棚に配置しているのはコウモリランと斑入りのポトスです。このコウモリランは小さめで器に入れて飾っています。黄緑色の斑が入ったこちらのポトス、ツタが長いのでこちらも棚の上に飾るのに適しています。キッチンカウンターに飾っているのもポトスです。実はこの子もスタンダードプロダクツで500円。優秀ですね。メキシコ製の小さなカゴに入れて飾っています。